毎度ドクターキャピタルです。音楽博士は境にドクターやねん。今日はビリー・アイリッシュの新アルバム Happier Than Ever の話をしよう。このアルバムに入ってる一曲一曲がすべて素晴らしいし、全曲をアルバムとして聴くのがほんまにおすすめ。全16曲の中でいろんな音楽スタイル、たくさんのキーと様々なテンポ、アコースティックもエレクトロニックの楽器のバラエティ豊かな音色、素晴らしい編曲、そしてこれらが全部一つのビリー・アイリッシュサウンド、ビリー・アイリッシュワールドに一つの作品として成り立ってるのがほんまにすごいと思う。すべての音に意味があって、ちっとも無駄がない著しい完成度や、アニ・フィニアスのプロデュースも相変わらず最高。この Happier Than Ever のリリース後、僕は何回もリピート再生で聴いてますわ。16曲といっても2曲がセットでつながってるのもあるし、1曲の中にテンポやキー、スタイルが大きく変わって、交響曲みたいにはっきりと複数の楽章に区切られてる曲もある。例えば8曲目の Halley's Comet。最初はピアノとボーカルだけの編成で、ゴスペル的なコード進行、4拍子、71bpm、キーは B メジャー。I don't want it, and I don't want to want you, but in my dreams I seem to be more honest.And I must admit you've been in quite a few. このセカンダリドミナントとマイナー4の綺麗なコードはたまらんな。1分過ぎたらドラムや他の楽器が入ってきて印象が結構変わるけど、一番すごい展開は最後の方。I've been loved before, but right now in this moment,I feel more and more like I was made for you. For you. これで曲が終わったと思ったら、また始まる。イントロと同じくボーカルとピアノだけやけど、今回は3拍子、80bpm、キーも A に変わってる。コード進行もゴスペルっぽい感じと違って、フランスの印象主義的な表現になってる。楽章に区切られているもう一曲といえば、タイトルトラックの Happier Than Ever も素晴らしい。イントロは歌とガット弦のアコギだけで 90bpm で昔のカントリーみたいな感じで始まる。When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better.Wish it wasn't true. それから途中で急に 102bpm ぐらいに速くなって Do you read my interviews or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way?また綺麗なマイナー4のコードやし、このアップテンポなグルーブは気持ちええな。でもこれがしばらく続いたらまたこの部分も終わる。Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. で、この後はまた最初のメロディー、グルーブ、テンポに戻る。So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. うわ、また最初の感じに戻ったやん。せやけどこのワンコーラスが終わってからの展開がすごいねん。
ギターがいきなり8分の6の拍子記号でテンポが8分音符イコール 162bpm に変わって You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scare me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you, I don't relate to you, no, 'cause I never treat me this shitty. You made me hate this city. エレキギターとベース、ドラムや他の楽器も入ってきて、思いっきりハードロックな感じになる。最後に向かって、Radiohead や現代音楽っぽい、めちゃくちゃ芸術的なエレクトロニックや歪みの音もあるし、ほんまにドラマチックな刺激が溢れる感動作やで、素晴らしい。しかも何と言っても声がめっちゃ美しいやろ。歌が上手いのは当たり前やけど、ビリーのソウルフルでソフトな声にほんまに癒される。耳元でめちゃくちゃ親密な内容を囁かれているかのような気持ちで鳥肌やな。彼女の全くカッコつけてへん、極めて正直なメッセージが直接スッと入ってくるから歌詞にも深く感動するな。ところで皆さん、英会話の勉強はうまくいってます？僕、こと思いついたわ。このアルバムの歌詞を英会話の教科書として使ったらと思うねん。音楽と同じく歌詞もほんまにたくさんのテーマと表現スタイルがあって、きっといい勉強になると思うで。全く無駄がない正直でシンプルな話し言葉的な言い方で、喜びも悲しみも、ロマンスや失恋、弱さと強さ、達成感と後悔、曲によってはかなりセクシュアルだったり、スラングだったり、ほんまに英語の口言葉の世界がすべてわかるから、ぜひ歌詞も読んでみてください。はい。また Happier Than Ever の全曲のメロディーがめちゃくちゃかっこいいし、生きてるんや。ビリのメロディックスタイルで僕がすごくなと思うのは、A メロでまずシンプルなメロディから始まって、サビとかで大きく動くようなメロディになること。例えば13曲目の NDA。最初は Did you think I'd show up in a limousine? No. Had to save my money for security. Got a stalker walking up and down the street. Says he's Satan and he liked to meet. ここの部分のメロディはほとんどこの2つの音、ラとソだけで、ソソララ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 ソ、そのメロディのシンプルさのおかげでリズムが強調される。で、サビになるとYou couldn't save me, but you can't let me go. No, I can't crave you, but you don't need to know. ラとソだけのメロディの後にこの展開は素晴らしく気持ちいいやろ。やっぱビリーのメロディは生き生きしてんな。1曲目の Getting Older も A メロはこんな感じ。I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. 非常に滑らかで聴きやすいメロディーや。せやけどサビでは It's so weird.That we care so much until we don't. It's so weird. とても変だよね。の weird という歌詞でちょうどすごく意外なメロディになる。歌詞とメロディのフィットが良すぎやろ。素晴らしい表現力や。はい。それから独特なメロディの動きといえば、12曲目の Your Power はこんな感じ。Try not to abuse your power. I know we didn't choose change. You might not want to lose your power, but having it so strange.
わあ素敵やな。ドシミファミ。これらの音は特別やで。スケールは全音と半音でできてるけど、半音同士の音にはメロディックグラビティがあって、そのグラビティのおかげで表現力がとてもパワフルになる。3曲目のビリー・ボサノバも素敵や。I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight.Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. わ、これあれやないの？日本の伝統音楽、宮古節スケールと一緒やん。美しいメロディがほんまにいっぱいあるし、リードボーカルだけちゃうねん。バックボーカルのハモリもとんでもなく綺麗や。6曲目のゴールドウィンはアカペラの合唱で始まるけど、このイントロは実はグスターボ・ホルストのリグ・ヴェーダからの合唱参加を引用してはる。With yearning heart, on thee we gaze, O gold-winged messenger of mighty gods。 そしてもう一つすごい秘密がそこに隠れてるけど、このゴールドウィングだけは現代的なチューニング A440Hz と違って、昔のクラシック音楽のもっと低い 425Hz ぐらいのチューニングになってる。キーは一応 E フラットマイナーやけど、ほんまは E フラットと D の間やねん。半音がさらに半々音に割った四分音フラットやで。言っとくけどこれは他のポップスの曲では聞かへん。もうすごい珍しい。で、イントロが終わったら、ここのがサンプルとして繰り返されながら、極めてかっこいいグルーブに入って、また A メロはほとんど2つの音だけ。で、サビではメロディがたくさん動く。You better keep your head down, down, da 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 da, da 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 da. You better keep your head down, down, da 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 da, da 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 da. このベースラインもかっこいいやろ？ Happier Than Ever のアルバムの全曲はベースラインが素晴らしい。クラシック音楽にはオスティナートという音楽理論用語があるけど、現代のポップスに置き換えると伴奏楽器のループフレーズのことになる。例えば歌のメロディはいろいろと変わりながら、その下でベースラインがひたすら同じフレーズをループしている状態。これはベースのオスティナートになる。オスティナートは何回も聴くから頭にはまる効果があるし、ヒット曲のとても重要な作曲テクニックやと思う。ビリーとフィニアスはオスティナートの天才たちや。例えば14曲目の Therefore I Am。I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend. このベースラインは最高やろ。これも大好き。7曲目の Lost Cause。Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day, it wasn't that straw for me and I know. いやー、めちゃめちゃかっこええな。でも皆さん、次のオスティナートが一番すごいで、10曲目の Overheated。これがオスティナート。せやけどオスティナートのハモリもある。これ。あれ？曲のキーは G シャープマイナーで、
このコードは C シャープマイナーやのに、ハモリが G シャープメジャーコードのアルペジオやん。結構ぶつかる音やな。それから、ちょっと待って。ここのオスティナートは G シャープマイナーコードのアルペジオやのに、同時になってるハモリは G シャープメジャーコードのアルペジオや。めちゃめちゃぶつかりまくってるやん。しかも一瞬緊張させてすぐに解決するような一時的なテンショントーンの作曲扱いと違って、ずーっと続く G シャープマイナーコードの表面のすぐ下に G シャープメジャーコードも鳴り続けてる。つまり2つのキーが同時になってる。皆さんこれはどんだけ珍しいことかわかります？以前に僕はポリリズムやポリフォニーの話をしたことはあるんやけど、今回はビリー・アイリッシュとフィニアスはなんとポリトナリティを使ってはる。めっちゃ高いレベルの音楽理論コンセプトで、ジャズやクラシックでもめったに聞かへんで。結果的にこんな危険なサウンドになるし、この危険さが癖になりそうやな。I'm overheated, can't be defeated, can't be deleted.Can't unbelieve it. I'm overheated. Can't be defeated. Can't be deleted. Can't be repeated. いやー皆さん、ビリー・アイリッシュの新アルバム Happier Than Ever でお話ししたいことがほんまはもっともっとあるけど、とりあえず今回はここまでにしときますわ。僕はこのアルバムを聴いていろいろと音楽の勉強になりましたけど、皆さんはいかがでしたでしょうか？コメントをお待ちしております。ほなな。